皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の6月の7日金曜日ですね。時間がまたしても大幅に遅れまして、今日本時間の夜の10時1分ということで1時間半以上遅れましたね。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、竹中平蔵とは何なのかと。それは1、悪徳御用学者であり、2、労働者の敵であり、3、大企業の味方であり、4、売国奴であり、5、清少であり、6、金の亡者、金の亡者か、であり、7、権力犯罪者であると。こういうもう悪の権下ですね。これに匹敵するのは安倍晋三ぐらいしかいないんじゃないですかね。ということで、今日のワイワイニュースライブ通算で、2794回ということで、あと6回で2800回になりますね。ということで、このワイワイニュースライブ始めたのが、2012年の6月の25日で、今年、この6月25日で、満、7年なんですね。2012年ですから。ということです。今日も二元放送が可能になってますね。ツイキャステレビと、それからFacebook ライブということで、なぜかFacebook の方は利用禁止処分の通知が一向に来ないということなんで、とりあえず二元放送が可能になってますということで、現時点で音声も映像もですね、問題なく配信されているということです。ということで、今日の最初のコラムですけど、最新のお知らせで、昨日放送した、放送のメインテーマですね、こんな大嘘を許していいのかと。東日本住民3000万人が放射能を被爆していると、総被爆していると、異常なほど多いがんが発症していると、こういう事実は意図的に隠されているというテーマで昨日放送したんですけど、早速ですね、このように YouTube 向けの表紙を作って、いただいてます。非常に分かりやすいんですね。現時点での視聴者数はツイキャスで353名、YouTube で785名、それから Facebook ライブで39名ということで、全部で1177名ですね。ありがたいことですね。ということです。あと今日の画像がですね、1、2、3か。そうですね。一応3つありまして、プラス、今日のメインテーマ、竹中平蔵に関する画像が2つあるということなんですね。で、最初に竹中平蔵のメインテーマの中で取り上げますけど、これですね、賢人論っていうんですね。これは最慶ブログ記事の中で、私が掲載したやつで、賢人論第13回前編、今の日本の問題は年を取ったら国が支えてくれると思い込んでいること、そんなことはありえないんですという、まさに今あれですね、年金が先細りしてるから金融庁がですね、今のうちに国の年金に頼らないで自分で投資等々して2000万円の老後資金を貯めるべきだというようなことを言い出してるんですけど、もともとはこいつがこういうふうに言ってるんですね。今の日本の問題は年を取ったら国が支えてくれると思い込んでいることと、そんなことはありえないですと、こういうことを言ってるんですね、これね。
私のブログ記事が、ちょっと待ってください。そうか。2019年1月26日、今年の1月26日ですから、去年ぐらい言ってんじゃないですか、こういうふうに。だから安倍政権のいわゆる労働者いじめ、国民の貧困化等々全部指導してるのはこいつなんですよ、背後に。こういうことを言ってるんですね。それからもう一つ、最慶ブログ記事の時に YouTube 向け表紙を作ってくれたんですけど、これなんですね。竹中平蔵、公然と活動できるのはなぜなのかということですね。それでこれがさっきの賢人論から、これが東洋大学の学生が一人ですね、竹中平蔵教授、竹中平蔵授業反対という反対運動を起こしたんですね。この方ですね。で、このですね、YouTube 映像の再生回数がすごいんですよ、これ。19,327回という、3ヶ月前ですけど、今までで一番多いんじゃないですかね。1万9000、2万人の方が再生してくれてるっていうことなんですね。そして、今日の画像ですけど、これもう一枚なんだ。これですよ。竹中平蔵がほぼ座長みたいな形で、支配してる、いわゆる、未来投資会議っていうのかな。これで安倍晋三がここにいるんですけど、この対局にですね、ここにいるんですよ。だから彼がもうこの未来会議っていうのを仕切ってるってことなんですね。ですから竹中平蔵に関する画像は3枚ということですね。そしてそれ以外の画像として、今日のトピックスで取り上げますけど、東京新聞で講演会の借金や原稿料を受領した医師の内訳のイメージということで、東京新聞、医師に製薬マネーと年1000万円超111人いるということで、これは早稲田クロニクルと、それから医療ガバナンス研究所の共同でデータベースを作って、それを発表した記事、もともとは早稲田クロニクルなんですね。でそれを東京新聞が後追いしたということで、ようやく記事化されたということなんですけど、その時に、東京新聞の記事に載ってたイメージイラストですね。こう医者がピラミッド状にいて、それで100万円以上が4900人かいると。ピラミッドっていうのは金額なんだ。でトップが1000万以上と。これが111人いると、一番の、トップですね。ピラミッドの頂点、その下に100万円以上が4900人いると。そして100万円未満の人が9万8000人、全部でですね、こういう東京新聞が作成した図柄ですね、図案ですね。それと早稲田クロニクルの渡辺編集長、彼がインタビューを受けてるんですね。今日のトピックスのナンバー2で取り上げましたけど、東京新聞のインタビューに答えているということです。そして3つ目が今日の長州新聞
で書評っていうのが出てて、でこれなかなか良さそうなんですね。私注文しましたけど、天井のない監獄ガザの声を聞けと言って、清田明宏さんという国連の難民ガザパレスチナ支援、組織の中の保健局長をされているお医者さんですね。これの書評を今日の、注目情報の中で取り上げましたんで、ということです。K さん、船橋秀人さん近況、私は無事卒業して働いています。彼ですか。東洋大学で竹中平蔵事業反対運動をした人ですね。今後とも大学院での研究を検討したりしていたりと、まだまだできることをしたいと考えては頑張ってますね。K さんからです。 S 村上さんコンティニューコインですね。それから砂月さん、愛国者たちの末路感想、副島貴彦、植草和秀、読書メーターっていうんですか。ミルキーさんコンティニューコイン2枚ですね。 K さんが拍手ですね。から砂月さんが今日のメインテーマですね。竹中平蔵とは何かと、プラス CSIS 日本へのパイプ役と、そう要するにジャパンハンドラーズか、それが抜けてましたね。確かに K さんコンティニューコイン、砂月さんがコンティニューコイン2枚ですね。砂月さん今日のメインテーマをリツイートしてくれました。それからヘチさん、今日もワイワイライブ始まりましたと、竹中平蔵とは何か、それはというと今日のメインテーマにリツイートしてくれましたね。石森さん、山崎康彦氏、ワイワイニュースライブ配信スタートしましたと。ヨーヨーさんコンティニューコイン、中尾319さんコンティニューコイン、土山純一さんお茶爆店とコンティニューコインが2枚ですね。そして、今日のメインテーマ、今日の放送の前ですね。砂月さん、金融庁は我々の年金が精進することを教えてくれたと、米様に合法的に移転する革新犯的売国度が日本の中枢に潜むという新ベンチャー革命ですね。砂月さん、洗脳進行中と特定の戦争の価値を称賛するペン副大統領とマスコミに載らない海外記事ということで、ペン副大統領というのはまさにネオコンそのものですよね。だからアメリカの共和党大統領の副大統領っていうのはチェイニーにしてもペンスにしてもまさに、軍産複合体戦争派の人物が選ばれるというふう定位置になってるんですね。戦争を煽るんですね。ということで、今までのところアップしますね。これが YouTube の表紙ですね。それから昨日のワイワイニュースライブの3つの媒体の視聴者数ですね。マイナス4。それ今日の画像が3つあります。2つが早稲田クロニクルと、それから医療ガバナンス研究所が共同で開発した医者に対して製薬会社が講演を依頼するとか、あるいは原稿を依頼するという形で、報酬を払っている。そのデータベース9万7,000人のデータベースを作ったんですね。すごいですよね。それの紹介記事が東京新聞に、昨日ですか載ってたということで、それを今日の
トピックスで取り上げたということです。とそれから本の紹介ですね、表紙ですね。で今日の一言ですね、これはずっと朗読している石井幸喜さんの一言ですね。殺される半年前に友人に宛てた手紙の中で、言ってんですね。彼の本音でしょうね。これ全部入んないのかな。マイナス4。これですね。石井幸喜衆議院議員の一言ということで、殺される半年前に友人に宛てた手紙より、これにより不都合の人はたくさんいますので身辺には注意しますが、所詮身を挺して戦わなければならない、務まらないのが歴史的仕事ということでしょうから、覚悟はしていますがという。半年前ですよ、殺される。それにしてもこんな国のために身を挺することが必要であるのかなと自問してると。本当そうですよね。要するにいくら正しいこと言っても周辺が分からないと、分かってくんないということですよね。こんな国のために身を挺する必要なんてあるのかなと自問していると。葛藤もなきにしもあらずですという本音ですね。砂月院さん、国有林民間に払い下げの裏に竹中、今日そうですね。これは日刊現代、今日のトピックスで私も取り上げますけどね、オリックスの社外役員をしてるんで、オリックスがこの利権に深く関わっているということらしいですね。オリックスがなんか発電でバイオマスといういわゆる木材なんかを燃やしてですね、木材を原料にして発電するという発電事業に参入したんで、そのために、森林をですね民間業者に50年間自由に伐採できる権利を与えるというとんでもない国有林の民間払い下げ、法案が通っちゃったんですね。これ主導したのが未来会議の中で何度もこの提案をした竹中平蔵だというのが暴露されてるんですね。ということです。から次にノンフィクション作家鬼塚秀明さんの遺言ですね。これ何回か取り上げたんですけど、若者諸君に外来でない日本独特の独自の経済学を作ってほしいということですね。私は若い読者に言いたいと。危機を恐れない、勇気を持てと。勇気を持って国家のため同じ日本に住む老若男女のために進んで身を投げ出せと。これが最初のところですね。から金を買う金を買うと儲かるという経済学者たくさんいると。彼らは日本国家に金を準備しろとは決して言わないのであると。こういう経済学者たちはどっかの国の経済学者ではないのかという。だから日本は常に、日本の金の保有っていうのはアメリカに制限されてて、
ずーっと同じ水準かな、150トン以上ずーっと同じ水準なんですね。で毎年100トンの金を輸出していると。本来だったら金を潤沢な外貨準備預金で購入しなくちゃいけないんですけど、それを禁じられてるんですね。コトラ君、参議院主体の勝敗を左右する一人区はすべて公明党推薦の自民公認候補と野党推薦候補が対決構図になりますという、全部で32ぐらい、1週間前の情報だと30までは統一候補ができて、あと2区調整だって言ってたんですけど、全部自公対野党統一候補の対立軸になったんですね。それはいいことですよね。でもう一つこれだ。もう一つ若い読者に言いたいと。マルクス・エンゲル、フリードマン、サムエルソン、グルーマン、こういうユダヤ系経済学を捨ててもらいたいと。本当そうなんですね。クルーグマンもそうなんですね。一見市民派リベラル派みたいな感じですけどね。で君たちは二宮金次郎に学べと。貧しい農村の生活をいかに改善するかに一生捧げた彼の経済学に学べと。今なんか二宮金次郎の映画が上映されてますよね。ぜひ見たいと思ってるんですけど、恵比寿かなんかですよね。で経済に道徳を取り入れた新しい経済学を作り出してほしいと。正直に働く人々、貧しい人々、体の不自由な人々、年老いた人を救い出す経済学を若い人は作り出してほしいと。まさにベーシックインカムの世界ですよね。イルミナティ研究会の人その通りですよ。面白いですね。イルミナティ研究会。美しい国日本を未来に、残すべく努力してほしいと。癒しい経済学にさよならしようではないかと。いいですね。ヘチさん、コンティニューコイン。私は新しい経済学を共生経済学と名付けたいと。貧しくてもよいと。共にその貧しさを分け合って生きる経済学の創造を期待したいと。これが鬼塚さんの遺言なんですね。から次、これは山崎康彦の一言ということで、請願とか、国民投票とかに関する私の一言。1、スイスでは法律の制定に10万人の署名を集めれば国民投票が実施されると。投票総数の過半数の賛成が得られれば法律として成立し、憲法が改正されると。これが直接民主制のスイスの優れたところなんですね。それから英国では10万人以上の請願署名を集めれば、その請願は必ず議会で審議されるということなんですね。韓国では1ヶ月内に20万人以上の請願署名を集めれば、大統領府はその請願を受理しなければいけないという法律があるんですね。で米国には
直接民主制である請願制度も国民投票制度も存在しないと。あるのは米国支配階級に買収された国会議員が全て決める二大政党制の議会しかないと。二大政党制っていうのはどっち転んでも支配階級にとっては変わんないという表と裏の関係なんですよね。5、米国の支配階級が米国の国会議員535人と上院100人、下院435人を買収するのに大した金はいらないと。1人100万ドル、約1億円で全議員を買収したとしたら、たった 5.3 億ドル、535億円で済むんだと。そういうことなんですよ。535億円で議会を買収できたら安いもんじゃないですか。ヘイチさん、経済学というのはノーベル賞にもあるように言われてますが、他の分野の受賞者には多くの講義を受けていると聞きましたと。本当の証明、アルフレッド・ノーベル経済、そうですね、記念経済学スウェーデン国立銀行賞。そうですよ。スウェーデンの国立銀行が創立100年記念して設けた、これは私的なですね、私的なノーベル賞という名もつけてますけど、プライベートなノーベル賞なんですね。もともとのノーベル賞ではないんですよね。だからほとんどがユダヤ人の経済学者が受賞していると。フリードマンなんかそうですよね。アメリカの議会買収するの簡単なんですよ。だから日本もそうなんですよ。6、日本には日本国憲法、日本の請願権は一体何なのかと。日本には日本国憲法16条で請願権が規定されているが、歴代自民党政権と歴代野党は具体的な手続きと効力を定めた個別法を意図的に作らずに来たということなんね。だから日本で請願をですね、1000万署名集めたとか2000万署名集めてもただの紙くずになっちゃうんですね。ひどいもんですよ。国民だ、たとえ3000万人の署名を集めても何の法的効力も強制力もなくゴミとして捨てられるだけと。ひどいもんですよ。だから歴代自民党政権というのは自分たちに不都合なことは決して個別法律を作んないで、自分たちあるいは背後にいる日本会議とかあるいは神社本庁とかあるいは靖国神社とか護国神社等々の天皇教原理主義者のためとかあるいは大手銀行とか経団連等々の大企業等々に有利な法律しか作らなかったということですね。署名運動の意味が無意味になっていることですかと。ありゃりゃと。そうですよ。無意味なんですよこれ。単なるセレモニーなんですよ。一生懸命みんな大変な思いして、何百万何千万の署名集めて、そして、国会あるいは内閣に、提案してもシュレッダーにかけられて終わりというのが日本ですよ。日本国憲法第16条、立派な憲法上の規定があるんですよ。請願権。何人も投票の損害の救済、公務員の罷免、法律命令または規則の制定、廃止または改正その他の事項に関し平穏に請願する権利を有し、個人もかかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けないと。これ憲法第16条に書かれてるんですけど、これを具体化する個別法が一切ないから、ただの紙切れということですね。イルミナティ研究会さん、お茶ですね。
で、日本も同じですね。日本の支配階級が日本の国会議員全部で707名、衆議院465、参議院242を買収するに対して金はいらないと。1人1億円で全議員を買収したとしてもたった707億円で済むんだということだからもうほぼ野党、日本の野党を含めて買収されてるんですよね。だからいつまでたったって本格的な政権交代が起こらないということでしょう。お茶3杯ですね。イルミナティ研究会4杯ですね。ということですね。今日の一言ですね。から今日の座右の銘なんだけど、ちょっと時間の関係で、来週に月曜日に伸ばしますね。これ座右の銘は通貨の尺度について中国経済学者孫宏斌さんが言った言葉を取り上げてるんですけど、ちょっと長いんで、それと今日の注目情報ですね。これはこの長州新聞の書評ですね。天井のない監獄、ガザの声を聞けと。これです。これを紹介します。パレスチナ人550万人の命を守ってる日本人医師、これですね。ウンルワって言うんですね。このアンルワ、国連パレスチナ難民救済事業機関と。トランプはこれを解体しろって言ってるんですよね。金出さないと。ひどいもんですよね。これの保健局長としてガザ地区やヨルダン西岸地区および周辺国に、避難している約550万人のパレスチナ難民の治療に関わってきたという日本人の医者なんですね。毎日患者一人一人の肌のぬくもりや心臓の鼓動を感じつつ、日本ではほとんど知ることのできない彼らの生の声を伝えようと本書を表したということで、清田明宏さんという、これはぜひ買って、読むべき本でしょうね。ガザに関してほとんど情報ないですからね。ということです。だからこそ今令和新選組はそうですね、新党オリーブの木に注目すべきですよと。そうなんです。既存の野党をいくら期待したってずっと裏切られてきたんですからね。裏切られてきた歴史なんですね。ですから初めてじゃないですか、戦後日本で、いわゆる既存のプロの政治家野党の枠からはみ出たいわゆる普通の人ですよね。普通の市民が立ち上がったという意味で、令和山本太郎の令和新選組、黒川さんの新党オリーブの木と、これは初めての動きでしょうね。ようやく日本でも始まったということだと思います。で、今日の推薦図書の朗読ですね。これですね。今日は第93回目ですね。だんだん佳境に入ってきてますね。93回目94回目か。94回目です。失礼しました。第4章、構造改革のための25のプログラムの中の第1節、官企業の全廃がもたらす経済の覚醒ということで、プログラムの8ですね。都市基盤整備公団などは民営化ではなく解体すると。ここ読みます。都市基盤整備公団は総資産の規模で民間最大手の三井不動産の8倍強であり、年間売上では4倍もの巨大組織であると。その上多数の子会社を有していると。我が国の公的な不動産建設事業展開としては、都市基盤整備公団のほかに雇用促進事業団の住宅事業部門である
住宅事業部門があるし、民都機構や都道府県の住宅供給公社、土地公社などもあると。いずれも行政の天下りビジネスであり、その資本規模を合わせると民間が占めるそれにほぼ匹敵すると。道路公団、鉄拳公団、地域振興整備公団、緑資源公団、水資源公団等の不動産事業も少なくないと。これらすべてを廃止すべきであると。住宅不動産の行政企業が解体されれば、膨大な仕事が直接市場のものとなり、しかも仕事が仕事を生む生きた経済を作り出すと。したがって一時的に職場を失う人々の何倍もの雇用が創出されるのだと。この際、公団などの廃止は決して民営化への移行ではなく、あくまでも清算手続きを行うことが重要であると。なぜならば、特殊法人は設置法などによって行政ビジネスとして政策遂行を建前に予算が投入されてきた既得権益の一種であると。都市の市場の水には合わず民営化にそぐわない。現に設置法には廃止に関しては清算するように謳われていると。都市基盤整備公団の生産廃止にあたっては、今、公団本体に4831人、系列子会社等に3594人、計8425人いる職員の雇用問題が生ずると。系列会社についても原則として廃止すべきであるが、規模の縮小で存続できるものは雇用問題の観点から存続されてもよいと思われると。また公団の中でも賃貸住宅については国の政策に従って入居した方々が多数存在するのであるから、これには財務省が直接責任を持って今後とも別の形態、固有財産資産管理としてその管理を継続しなければならないと。このための人員として100名程度が必要と考えられると。家賃収入は借金返済と高齢者福祉の財源に充てられると。結局、整理対象となる人数は4700人くらいとなろうと。雇用促進事業団の住宅部門、民都機構、地方公社と住宅不動産関係の行政企業全体で2万人ほどと考えられると。これについては道路公団の場合と同様の対策を考えなくてはならないというのが今日のところですね。だから廃止なんですよ。もう特殊法人とか、公営法人とか子会社含めて基本的には清算するというのが正しいんでしょうね。そして、今日のメインテーマですね。今時間が38分16秒、視聴されている方が同時期で48名、全体で94名、コメントが64件ということですね。中さん、署名集めて国会議員に議員が受け取り紹介議員になることを承諾したら委員会などで発言する動議を必ず全うすることにより国会の請願権が行使されることになるのだということですね。だからこれはあれですよ。だから請願権を保障するための個別法を議員立法で作るってことですよね。だから最低、例えばスイスみたいに10万とか、あるいは韓国みたいに20万とか等々の請願署名の数を決めて、例えば日本の場合、30万だったら30万の請願署名あれば必ずそれは請願が衆議院の関連委員会に付託され審議しなければならないという義務ですよね。で最終的には国民投票なんですね。スイスみたいなね。国民投票で過半数の賛成が得られれば憲法すらも変えるという直接民主制が一番いいでしょうね。砂津健さん、情報コーナー、山本太郎、蓮池徹氏に激怒した天木直人ちゃんのオリーブの木を日本
母親連盟の顧問が絶賛、一緒にポーズを撮った写真もと。この天木さんっていうのは問題ですよね。要するに初池さんと途中まで一緒にやってたんですけど、蓮池さんとのコミュニケーションが十分取れないから山本太郎の方に蓮池さんは行ったわけでしょ。自分の責任じゃないですかね。それを裏切ったと言って、なんかツイッターで怒りをぶちまけてますけど、違うんじゃないかと思いますよね。自分のいわゆる至らなさが原因でしょう。ちゃんとコミュニケーション取れて、蓮池さんと連絡が取れてたら、オリーブの木の下で蓮池さんが立候補したはずですよね。ということです。で、今日のメインテーマですね。竹中平蔵とは何なのかと。それは1、博学者であり、2、労働者の敵であり、3、大企業の味方であり、4、売国奴であり、5、清少であり、6、金の亡者であり、7、権力犯罪者だと。もうこれほどのてんこ盛りっていうのはめったにいないですよね。安倍晋三といい勝負でしょうね。ただ安倍晋三は権力、内閣総理大臣の全ての権力を握ってますんで、その破壊力っていうのは竹中平蔵どころではないですね。2人の権力犯罪者、安倍晋三と竹中平蔵の掛け合わせは日本国民に最悪の結果をもたらすと。一日も早くこの2人を権力中枢から排除し、逮捕し、裁判にかけて刑務所に送り込み、一生閉じ込めなければならないんだということで、それじゃあ竹中平蔵とは何かというもう一段詳しいやつですね。1、竹中平蔵は同僚と共同で行った研究論文を独り占めにして発表し、経済学賞を受賞した悪徳御用学者であるということなんですね。これひどいですよね。これはあれですよ。大蔵省の金融研究所かな、なんかに出向した時に同僚の人と共同で共同で研究して、本来だったら外に、論文を発表する場合は共同著者として出さなきゃいけないんですけど、彼は自分一人でやったということで偽ってですね、この本を出版して、それでサントリーなんとか賞という、経済学賞を取ったんですね。だからもともと根性が汚いんですね、これ。から2つ目、竹中平蔵は年収170万以下の非正規労働者を2000万人以上生み出した労働者の敵であると。これは彼なんですね。彼とそれから小泉純一郎がいわゆる規制改革、新自由主義で、2000年に、国民の圧倒的多数の支持を得て誕生した小泉純一郎内閣の時に、彼は経済金融担当省とか3つの大臣を、最後は総務省かなを歴任して、そして、規制緩和の名のもとに、それまで、特殊技能でしか派遣労働者の派遣、以外は禁止されてたんですね。いわゆるプログラマーとかあるいは特殊技能を持ってる大工さんとか左官屋さんとか等々の20数種類の職種以外の労働者の派遣は禁止だったんですけど、彼らは規制を撤廃するという名のもとに、派遣労働法を改悪して、工場労働者を派遣労働できるようにしたんですね。それによってそれまでいわゆる正社員として、例えばトヨタとか日産の正社員として工場労働者が年収300万とか400万の年収を得てた人が
この派遣労働法改悪によって、一旦トヨタとか日産からクビになって、そして、パソナ等々の人材派遣会社に再雇用されて、その場合も1年雇用ですよね、されて、年収も半分以下になっちゃうという最悪の事態が起こったんですね。でその結果結局派遣会社から首を切られたら住んでる寮からも締め出されるということで、行き場のない非正規労働者が日比谷公園等々に、テントを張って住み始めたということで一大社会問題になったんですね。でそれを主導したのが小泉純一郎と竹中平蔵ですよ。年収170万以下ですよねの低賃金の非正規労働者が2000万人以上登場しちゃったということなんですね。労働者のまさに敵なんですね。で3番目、竹中平蔵は小泉純一郎内閣の閣僚として派遣労働者解禁を主張し、日本の企業に結局正規労働者だったら例えばトヨタは400万年収400万以上の賃金を払ったんですけど、派遣労働者になったら派遣会社に対してせいぜい半分の200万ぐらいしか払う必要なくなったわけですよね。と莫大な、それかける数十万人ですから莫大ないわゆる賃金の差異が生み出されて、それが大企業、特に製造業の大企業の内部留保を押し上げたということで、現在日本の大企業の内部留保が470兆円もたまりにたまっているということなんです。でこれを実現したのが大企業の味方である小泉純一郎と竹中平蔵だということなんですね。で5番目、竹中平蔵は小泉純一郎内閣の経済金融担当省として米国債を20兆円購入したと。で米国に日本国民の資産を献上した売国奴であるということなんですね。20兆円ですよ。だから今積もり積もって1兆ドル1兆1000ドルだから120兆円ぐらい積もってるんですね。日本が米国債をこの間購入した金額は全部で中国に次いで世界第2位なんですけど、日本は原本っていうかこの米国債のオリジナルをもらってないんで、転売できないんですね。売り出すことできないということで、ヤクザに金を貸して絶対返ってこないと同じように、米国債を買っても日本は1ドルも売れないというとんでもないことになってるんですね。そのことに対して野党は全然追及しないと。米国債を売るという話になると殺されると、政治生命を失われる、奪われるというふうに思ってるんですよね。橋本龍太郎首相も冗談で米国に行った時にですね、晩餐会かなんかで時折米国債を売りたいような衝動に駆られるという冗談を言ったんですけど、そのことが向こうの米国支配階級の逆鱗に触れて、彼は最後は惨めなですね、いわゆる内臓全ての内臓が不全化するという不思議な病気になって、異常部の剣道8段とか9段の異常部の橋本龍太郎さんが亡くなっちゃったと。から中川蔵相、彼も米国債はもう買いたくないという本音を言った途端、ローマでの蔵相会議の後の会見で、
その前の昼食の時にワインを飲んで、その中に覚醒剤か睡眠薬かなんか飲まされて、で、酩酊会見をして、それがきっかけで彼は政治生命を奪われたということで、最大のタブーになったんですね。で、その積もった米国債のうち、竹中平蔵から小泉純一郎が20兆円も買ったということなんですね。から5番目、竹中平蔵は安倍晋三内閣、安倍晋三内閣の3つの諮問会議の民間議員として政府中枢に入り込むと。それで自分が関係している企業に莫大な利益をもたらしているという政商であるという有名なのはパソナですよね。だから今回の昨日でしたっけ、日刊現代で氷河期の社員1700万人ぐらいいるらしいんですけど、そのうちの250万か300万人の人たち、非正規社員を、パソナ等々の派遣企業に技能研修をさせて、そして正社員化させるという政策を取るというふうに発表したらしいんですけど、結局パソナ等々の仕事を増やして利益をもたらすという竹中平蔵が提唱したものですよ。これね、政商なんですね。からこれ6番目、竹中平蔵はパソナ会長、年収1億円ですからね、オリックス社外役員はじめ異常なほど多くの企業や団体の役員や顧問をしていると。なぜかと、それは関係企業へ利益誘導をできる立場にいるわけですよね。民間会議の諮問会議の民間議員として政策提言をして、それが即法律化されて実行されるという繰り返しなんですね。でその見返りに莫大な報酬を受け取っている金の亡者ということですね。パソナの会長で1億ですから、全部合わせれば2億ぐらいになるんじゃないですか。から竹中と最後7、竹中平蔵は小泉純一郎内閣の経済金融担当大臣の時にりそなが倒産する危険性があるということで、リークしたんですね。そしたら日本の株が暴落したと。その底値になった段階でりそなを国有化するということを発表して、そうすると株が上がったんですね。でその日本株の暴落の底値の時にアメリカの金融機関は日本株を買い叩いたと。そしてその後りそなの国有化によって値段が上がった時に売り抜くということで、莫大な利益をアメリカの金融機関に与えたということで、もうこれは完全に、情報の事前リークによって株価を操作したという、権力犯罪ですよね。でもなぜか誰も批判しないし、日本の検察も警察も野党も何も言わないということで免罪免責されているということですね。でより詳しい情報っていうのは先ほど言いましたように、私が1月の26日に配信したブログ記事ですね、これを以下再掲しますんで、これをお読みくださいということです。でその時のタイトルが、御用学者竹中平蔵がこれほど悪質で重大な権力犯罪を数多く犯しても決して逮捕も起訴も終身刑もならず今でも公然と活動できるのはなぜなのかということなんですね。それで、先ほどお見せしたその前日に、ワイワイニュースライブで放送した放送の YouTube 録画が今まで1万9000回
再生されて19,327回再生されているということなんですね。小泉1兆円、竹中2兆円疑惑を検証するハンセンな家づくりと砂月さんですかね。竹中2兆円、小泉1兆円、検察庁は CIA と相談して不起訴にしたと。そうなのかね。捜査もしないんじゃないですか。ヘチさん、じゃないとアメリカの属国から脱出できないと。だから既存政治システムを破壊しないといけないのですねということですね。そうですね。日本国族賞を受賞してもおかしくないよなと。イルミナティさんですね。それから K さん、市民共闘一本化のためにはオリーブの木黒川は政治団体をまとめていく方向なので、山本太郎令和維新新選組は合流すべきかもしれないが実現は困難でしょうねと。いやだから最初は 2つの組織が別々にいろいろやっててですね、でそのうち一本化しようよというふうに必然的にならざるを得ないでしょう。政権を取るためにはそういうことなんですよね。政権を取らないでいいよって言ったら別々にやればいいんですけど、政権を取んだと70年以上日本の政治権力を独占している自民党とカルト宗教創価学会公明党を打倒して、いわゆる日本の五つ星運動として政権を奪取するんだというためには一本化せざるを得ないでしょうね。だから最初は別々にやればいいんですよ。最初から一本化は無理なんだよ。ということですね。ということで今日のメインテーマのところをアップしますね。今57分20秒ですね。視聴される方47名116名、コメント73件ですね。K さん、その通りだと思いますねと。天木さんの蓮池さんへの態度は対立を深めるので良くないと。普通政治的なセンスあるんだったら本音で思っててもああいうふうにストレートには出さないですよね。だから彼は政治家に向いてないんですよね。外交官なんですよね。この最悪の権力犯罪者2人が掛け合わせになるというと日本国民に最悪の結果しかもたらさないんだと。だから一日も早くこの2人を権力中枢から追い出し逮捕し裁判にかけて終身刑にして一生出れないようにするということが必要なんですよね。竹中平蔵とは何かというちょっと詳しい説明ですね。これは同僚と共同で行った研究論文の独り占め、研究論文を独り占めにして発表して経済学賞を獲得したと。悪徳御用学者と。から竹中平蔵は年収170万以下の2000万人以上の非正規労働者を生み出した元凶であると。これは小泉内閣の時の派遣労働法の改悪なんですね。でこのことによって派遣労働解禁をして、労働者の賃金を半分にしたということで当然ながら企業に莫大な賃金の差益が生まれるということで、これが原資となって
現在大企業に470兆円もの内部留保がたまりにたまっているということを作り出したんですね。だから大企業の味方なんですね。竹中平蔵は小泉純一郎の経済金融大臣として米国債を20兆円買い増ししたと。国民資産を横領して、米国に貢いだ売国奴だと。竹中平蔵は安倍晋三内閣の3つの諮問会議の民間議員として政権中枢に入り込み、関係企業に莫大な利益をもたらす政商であると。そういうことなんですね。露骨なんですよね。非常に分かりやすいんですね。竹中平蔵はパスナ会長やオリックス社外役員をはじめ、異常なほど多くの企業や団体の役員や顧問をしており、民間企業への利益誘導の見返りに莫大な報酬を受け取っている金の亡者ということなんですね。金に汚いんですね。だから彼は有名な話はアメリカと日本の住居をですね1月1日に、変えるんですね。そうすると所得税、住民税を払う必要がなくなるということを毎年繰り返してたという有名な話ありますよね。竹中平蔵は、りそなの銀行がりそな銀行が危ないと言った途端、当然ながら単に銀行の株だけじゃなくて日本株全部が暴落したんですね。そして底値になった段階でりそなを国有化するということを示唆するような談話を発表して、それによって、株価が急上昇したと。でその底値の時にアメリカの金融機関は買い漁って日本株を買い漁って、そして、国有化のリークによって株が急上昇した途端売ってですね、莫大な差益を儲けたと。その仕掛け人は竹中平蔵であって、もう権力犯罪でしょうね、これね。これが7つかな、全部で一応7つですね。そうですね。そして詳しくは今年の1月26日に配信したブログ記事、を再掲しますので、ぜひ詳しいところはお読みくださいということなんですね。でこのブログ記事の元は前日に放送したニュース、ワイワイニュースライブなんですね。でこのワイワイニュースライブがですね、再生回数が1万9000回という、なぜこんな多くの人が見てるのかなという不思議に思うくらいの回数になってるんですね。それで、再掲ブログですね。これの URL です。というのが今日のメインテーマですね。でこの中で彼がどういう発言をしているかというのをまとめたものなんですね。とんでも発言まとめ、竹中平蔵のとんでも発言まとめ、これはネイバーまとめなんですね。
そもそも日本人は社会保障に対して誤解を持っていますと。自分が90歳まで生きると思ったら90歳まで生きる分のお金を自分で貯めておかなければダメなんですよと。今の日本の問題は年を取ったら国が支えてくれると思い込んでいることです。そんなことはありえないです。まさにこれ金融庁が言ってることそのままですよね。年金に頼っちゃダメですよと。自分で資産を貯めなさいと。投資して貯めなさいと。だから彼が言ってることを金融庁が言ってるだけなんですよ。これだ。ネイバーのまとめ。この中で言われていること。そもそも日本人はと年金なんかに頼ると思ってるのが間違いなんですよと。90歳まで生きるんだったら自分で稼ぎなさいよというふうにとんでもないですよね。国の社会保障とか年金とか頼っちゃダメですよっていう何なんだと、こういうことを公然と言ってんですね、前から。ある方との対談で一番いい税制は何だと思いますかと。人頭税ですよと答えることあります。これほど税公正な、だからそのうちやるじゃないですか、日本で人頭税。安倍はあれじゃないですか、人頭税やるんじゃないですか。消費税を廃止して人頭税しますって言いかねないしないですよ、やっぱりね。正規雇用という人たちが非正規雇用者を搾取していると。正社員は守られすぎていると。アーティストは残業代ゼロなんですよという、とんでもないアーティストっていうのは、それじゃ全人口のうち何人いるんですかと。もういわゆる自分の裁量で、仕事しているアーティスト、ごく少数の1億2600万人のうちおそらくアーティストと言って生活してる人は1万人とか2万人ぐらいでしょ。1万人とか2万人の人たちが残業代ゼロで仕事してるから、残りの1億2600万人はそれを見習いなさいっていうバカなこと言ってるんだよね。正規社員はいらないんだ。ですから彼はパソナの会長ですから、正規社員をなくして非正規社員全員を非正規社員にすればパソナが莫大な儲けになるということを露骨なんですね。これも一緒ですね。私の学生、特に女子学生なんか一番欲しいものは何かと聞くと、ほとんどの人がメイドさんだって言いますって。どういうことなの。欲しいものは何と。メイドが欲しいと。若い人には貧しくなる自由があると。楽しさをエンジョイしてる。貧しさをエンジョイしてくださいと。完全にもう見下してるよね。差別主義者ですよね、こいつはね。あたりか。ジャン・ジャックあたり、そうですね。まさにフランスの竹中平蔵ですね。NHK に出演し、堂々と彼らのアジェンダを語っていたそうですがと。あたりってなぜかあれですよね、希代の天才みたいにして言われてるけど、まさにフランスの竹中平蔵ですよ。砂月さん、金融庁のコメント2000万とか、コメント派2000万を株とか米国債に、そうですよ。だから金融経済を活性化させるという目的もあるんでしょうね。
よく日本経済は全治3年だという人いますが、私は余命3年と考えた方がいいと思います。お前がめちゃくちゃにしたんだろうということです。今日のトピックス、税を負う医師に製薬マネー年1000万超111人という東京新聞です。これは早稲田クロニクルと医療ガバナンス研究所の共同でデータベースを作ったという、これを記事化したっていう、遅いんですけどね、今頃かと。まあ記事にしないよりはした方がいいかもしれません。切り取る。で URL ですね。それからインタビューですね。あれ、インタビューがないか。あれ、抜けちゃった。あ、これあったんだ。データベースを使ってくださいという NGO が開発したと。これに渡辺さんのインタビュー記事が載っているということですね。そして死ぬまで働けと、自分で稼げと、未来投資会議の正体という、これですね。これを主導しているのが竹中平蔵と。未来投資会議っていうわけのわかんない安倍が作った諮問会議なんですよ。いろんな会議を作ってるんですね。だから彼にとって国会なんかいらないんですよね。自分の好きな有識者なんかを集めた諮問会議をたくさん作って、そこで全部決めればいいということなんで、これがそうなんですね。未来投資会議ということで、安倍の正面にいるのが竹中なんですね。これですよ。これでさっき言った森林伐採なんとか法っていうのをオリックス、民間企業はただで木材を切りたい放題切って儲けるだけ儲けてハゲ山をそのままにしてとんずらできる美味しい商売ができるという改正国有林法なんだ。国会で成立した。全国の森林の3割を占める国有林で最長50年間伐採や販売ができる権利を民間業者に与えるというものと、政府は意欲のある林業経営者に伐採の権利を集約し、製材工場など販売先との取引も確立させ、木材の安定供給を図るなどとしているが、問題は伐採後の造林を義務付けていないと。造林にかかる経費は国が出すと。ひどいね。これなんですね、改正法。で、所管の林野庁の頭ごなしに官邸トップダウンで決定した異常さ。昨年11月の諮問会林政審議会政策会議で土屋部会長が次のように言っていると。私は首を切られて全く問題ないので言わせていただきますが、未来投資会議というのが官邸にあって、その委員の竹中平蔵氏が何度にわたっても国有林の改革について主張されてきたというのでは
ホームページを見れば分かることです。竹中平蔵なんですよ。だから林野庁が持ってる専門部会の頭ごなしに竹中平蔵主導の未来投資会議が決めてるということで、これに対して、部会長の土屋東京農工大教授が暴露したんですね。私は首切られても別にどうってことないですけどって言って、林業や山村について専門でない方がこういう突っ込んだ戦略を出してきて、それを受けて我々がもしくは林野庁の林水産庁が新たな政策を検討しなくてはならない状況というのはやはり転倒していると私は思います。正しい政策の在り方ではまさにそうですよ。天野さん、まさに正論ですよね、この人言ってること、この人が。ミルキーさん、竹中平蔵、すべてを給付型奨学金にすれば大学生はますます勉強しなくなると。何言ってんだね、ひどいね、こいつは。自分が大学の教授で自分たちの学生が勉強しないと、お前の責任だろって言うんだよな。勉強しないようなくだらない授業ばっかしてるからますます勉強しなくなんでしょうね。なんで伐採の権利で保全活用の義務がないかと。これはまさに、オリックス等々の新規事業、伐採によって、木材を安く手に入れて、それを原料にして新規事業発電をすると、バイオマス発電をするという企業に対して伐採した後の造林の義務はないよということで、抜け道を作ってあげたんですよね。これだ。竹中が法改正に執着した裏には、社外取締役を務めるオリックスが林業などを木材を燃やして発電するバイオマス事業を始めることも関係あるのではないかとささやかる農林水産。これですね。それだけじゃないと、水道民営化でもそうでしたが、ボロ儲けできるなら外国企業を参入するだろうと、竹中は日本の富を奪い取り、欧米企業の代理人で、そうですよね、代理人なんですよね、これ。莫大な手数料を取ってるんじゃないですか。ミルキーさん、時間内に仕事を終わらせられない、生産性の低い人に残業代という補助金を出すのがおかしいという。こいつは本当あれだよね。凶悪っていうかね、こんなのが学者じゃないじゃないですか。よく慶応とか東洋大学が教授として雇ってるよね、こんなとんでもないやつをね。ということでみんなですよ、慶応大学の教授とか学生とか東洋大の学生はもうボイコットして辞めさせるような運動をしろと、先ほどの東洋大のね一人立ち上がった彼に続いてですね、とんでもないやつがとんでもないことを言って政権中枢で自分の利害、そして代理人としての外資含めて大企業の利益のために動いているという信じられないことをずっとしてるんですよ、これ。から3番目、国連報告者調査結果は日本メディア独立性に疑念湧くという日刊現代。日本の
マスコミは疑念じゃなくてそのものですよね。独立じゃないと政権に忖度して政権の共犯者だと、共犯者じゃない主犯者だとですね。でこれはメディアの萎縮が継続と、言論と表現の自由に関する国際のデビッド・ケイ特別報告者が、日本ではメディアの独立性に懸念が残るとする新たな報告書をまとめたと、今月24日に開幕する国連の人権理事会に提出される予定と。ケイ氏は2016年に来日し、政府や報道機関者に聞き取り調査をしたと。そして翌17年、当局者による直接間接のメディアへの圧力があるとする報告書をまとめたと。特定秘密保護法の改正などを日本政府に保護法の改正などを日本政府に勧告していたと。新たな報告書でケイ氏は、日本政府がこうした勧告をほとんど履行していないと批判していると。また沖縄の米軍普天間基地の名護市辺野古建設に対する抗議運動で、沖縄平和運動センターの山城白司議長が威力業務妨害の罪に問われ有罪が確定したことについて、表現の自由の権利行使制限の恐れがあると懸念を示しているということですね。これなんかマスコミはこの報道してないでしょう。スルーしちゃったんですよ。から最後、米国から中国への輸入農産物が大幅減と、大豆 70% 減少、豚肉は半分以下と、トランプの貿易戦争を仕掛けた結果がこういうふうに出てるんですね。だから穀物生産者とか豚肉の生産者大打撃でしょう。トランプのバカな戦争を仕掛け、貿易戦争の仕掛けによって。これですね。太郎氏は竹中氏は清少納言とはよく言ったと。なるほどね。清少納言ね。清少、古典の清少納言と同じなんだ。ということで、最後だ。独占禁止をめぐり巨大な IT 企業にメスと今後の行方はという AFP ですね。米 IT 大手グループのこれだ。米巨大 IT 企業が今独占禁止をめぐり激しい攻撃にさらされていると。独占禁止法違反に関する規制当局の捜査が複数報じられる中、米議会では少なくとも1件の調査が行われることになっていると。こうした動きの転換について3つの原因があって、それに対して答えということで、これはそうですね。Facebook、Amazon、Apple、Google、これ AFP の記事です。なかなかいい記事書くんだよね、AFP ってね。だから AP とかロイターとかなんか違うんですね、AFP って。調査報道もするということですね。今日の重要情報ですね。金融庁炎上の裏で安倍政権が年金先細りの不都合な現実を隠蔽、年金の財政検証結果公表を参議院選後に先延ばしというリテラですね。都合の悪いことは全て参議院選後に先延ばしているというリテラ。マイナス5。これですね。
ということで、今日金曜日の放送はこれで終わりですね。時間が85分29秒ですね。閲覧され方が同時で49名様、全部で159名様、コメントが122件ですね、私の画面だと。ということで、たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトいただいてありがとうございました。お疲れ様でした。今日の金曜日の放送、これで終わります。のこのこさん、お茶爆10ですね。ありがとうございます。ということで、明日、明後日お休みなんで、来週月曜日ですね、できるだけ9時前後にはいつも言ってますけど、始めたいと思いますんで、またよろしければ合流してくださいということで、お疲れ様でした。今日の放送、これで終わります。終わります。